今日はマウスの上げ方、ボールパイソンの餌の上げ方についてご案内したいと思います。マウスはですね、これぐらいのサイズのボールですと週に2回ぐらい上げるとちょうどいいかなと思います。週に2回食べないっていう子もいるので、そういう場合はあんまり心配しないで大丈夫です。自分でいらないと思って食べていないので、うちの子食べないんだけどっていうご相談たまにいただきますけれども、変な痩せ方をしなければ食べないというのはボールのこの機能としてあるものなので、そんなに心配しないでください。今日は普通に食べる状態のボールはどういう風に餌をあげればいいかということをちょっとご案内します。ボールパイソンを飼ってるとですね、餌をあげるのは楽しみというか醍醐味の一つだと思うんですけど、餌やりにあんまり慣れてない場合は竹製のピンセットがあるので、それを使うのが良いと思います。マウスにガッと飛んでくるときにですね、ピンセットが当たってしまうことがあるので、そういう時にヒュッと避けられるようななんていうか慣れとかがまだないという場合ですとか、あんまり勝手を掴んでいないという場合は最初は竹製のピンセットを使うと良いと思います。あるいはあんまり数を飼っていないという場合ですね、そういう場合は竹製のピンセットで、十分だと思います。うちのようにお店のようにたくさん数がいると消毒の観点から、金属製のピンセットの方が都合が良かったりするので、うちではボールを気をつけないように十分注意をしながらこういったですね、サイズに合わせてピンセットを使ったりしています。で、ずっといっぱい上げてるとですね、手が疲れてくることがあって握力がなくなってくることがあるので、そういう場合こういう鉗子を使うと、離してもくっついているので、握っているのでちょうどいいかなと思います。サムネではですね、本物のマウスを映していますが、本物のマウスを食べるシーンがなかなか苦手という方、あるいはハムスターとか飼ってる方もご覧になるかもしれないので、今日はですねこのキッチンペーパーをマウスに見立ててちょっとご紹介したいと思います。ですね、ほとんどの方は冷凍マウスを解凍して、あげることが多いと思うんですけれども、冷凍マウスをあげる場合にはですね、普通に冷凍マウスをどういう風に揚げても食べるという子もいるんですけど、揚げ方、食べやすいテクニックみたいなのを少しご紹介します。冷凍マウスは基本的にですね、生きていることを演じる冷凍マウスなんだけど、カツマウスであることを演じてあげるとボールパイソンの食いが良くなります。どうやって演じるかっていうと、一つは温度ですね。高い温度にしてあげることでボールパイソンがあそこに獲物がいるということを感知することができます。また匂いを出してあげることであそこに獲物がいるということをボールパイソンが感知することができます。ボールパイソンは匂いと温度で獲物を感知しますので、それを演出してあげる。具体的に言うと、うちではですね45度のお湯で、解凍して冷凍マウスを解凍してあげています。よくですね60度70度あるいは沸騰したお湯を少し冷ましてちょっと熱くないかなっていう感じで解凍するっていうことが多いかなと思うんですが、うちでは大量にあげるということもあって、常に一定の温度で温めてあげることで、温めすぎあるいは冷めすぎというふうにならないように、45度ぐらいが一番ボールパイソンにとって反応がいいというところから、45度の低温調理器ですね、よく何ですか、ステーキを美味しく焼くとか、ああいうのを使って、マウスを45度で解凍して、それを揚げたりしています。で、45度で解凍したマウスを尻尾をですねプラーンと持ってこういう風に揚げると、ボールとしてはですね怖いわけですね。自分が安全だ、自分の方が強いという状態だとボールは安心してマウスに飛びつくんですけど、自分より大きいかもしれない、攻撃されるかもしれない、危ないかもしれないとなると食べないことがあるんですね。で、上からこうやってピーってあげると、これ食べる子も食べるんですけど、ボールにとってより安心をするやり方というのは、これだとなんていうんですか、面積が大きい生き物が自分の頭の上からやってきた、攻撃されるかもしれないと思ってしまうわけですね。なのでボールに対して水平に向けてあげて、取れますか？上からじゃなくてこんな感じで生きてる様子を演出するといいかと思います。これヘビの下をペロペロしてますけど、これはですね、匂いの粒子をベロにくっつけて、それをヤコブソン器官というところに引っ張って、どんな匂いがあるのか何があるのかっていうのを判断しているところですね。生きた、マウスなんかをこういうふうにするとベロの動きがかなり
発になっていったでしょ。でこういう風にやったり、あとはですね、ちょっと今これ狭いというかヤシ殻を使ってるのでそんなに動きが出ないんですけど、こうなんかちょっとこういう出てきたよみたいな、こういう演じ方とかを、したりしますね。食べない子に対しては。うちではですね、基本的にはもうなんかこう解凍したままお湯に濡れたまま上からこうやって基本的には揚げるようにしています。それは、ボールパイソンをご購入いただいてお迎えいただいてお客様のご自宅に戻られた時にあんまりこう優しい揚げ方というかテクニックばっかり使ったやり方で慣れてしまうと、ボールパイソンがこうラフな揚げ方をされた時に食べなくなってしまうということがあるので、うちではもうべしょべしょの状態でこう上からやって食べるように仕向けています。それでも食べないという少し絵付きを促進させてあげたい子なんかはこういうテクニックなんかを使ったりしています。であとはもうどうしても食べないっていう場合にどうやったら拒食の子が食べやすくなりますかとか、その温度の解凍テクニックとかそういうものに関してはまた別の時にお話ししたいと思います。基本的にはこれからボールパイソンを買われるという方は竹製のピンセット、バンブーのピンセットがありますので、そういうのを使って安全に揚げるといいんじゃないかっていうことと、あとは上からビリッと揚げるんじゃなくて生きている感じを演出しながら揚げるとボールが安心して食べてくれるんじゃないか、興味を持って食べてくれるんじゃないかなと思います。今日はボールパイソンの餌の揚げ方の基本編についてお話をしました。チャンネル登録よろしくお願いします。